皆さんこんばんは。ハロウィンということで、仮装してるわけじゃないんですけど、すいません。時間になりましたので、始めさせていただきます。クレーターのドロです。よろしくお願いします。これ、最初、何かなっていうことで、実は今写真で出してるんですけども、サウナの、ハットをいろいろ探していて、今ずっとサウナの、なんていうのかな、被るものを、実はこう使ってるんですね。ということで、お花、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。仮装してます。ちょっと待ってくださいね。これやっぱり、実ははい、なんか喋りにくかったですね、すごい。で、このサウナハットって。東雲、お疲れ様です。どうしました？そうです。サウナハットを買ったんですよ。で、これ、本当はサウナハットではなくて、実はスノーボードとか、やる時のニット帽なんですね。で、耳とか隠れていて、で、これをこう、やるとサウナの時にもこうやって使えるので、いいんではないかなと思って買いました。そしたらこのサウナハットが高くて5000円ぐらいするんですよ。はい。なので、まあそんな高いのだったら、こういう、もの買った方がいいかなと思って、まあ、買ったというわけでございます。すいません。今日はこれでね、お送りしようかなと思ってます。はい。川端タッチ、こんばんは。川端さんどうもよろしくお願いします。はい。まあ、ハロウィンがてらじゃないですけどね。ちょっといつもと、様子が違いますけど。そうそう、スノーボードもね、僕が長野にいたので、10年くらいやってました。今年ね、スノーボード、いやー、まあ、できるかなどうかなもうちょっと体重が落ちて動けるようだったらやってみようかなって。板はあるんですけどね。板とブーツとか1セット。と思いますけどね。まあ、50過ぎてるのでね、なかなかちょっともう5年ぐらい、スノーボードやってませんので、ちょっとどうかななんて思うんですけど。はい。という、ちょっとハロウィンチックな感じでね、行きたいなと思います、今日は。はい。それではですね、今日、また、いつもの通り数学の問題をちょっと、これ何かというとですね、来週、高校1年生の子たちが、真剣模試っていうのを受けるんですよ。で、これがその真剣模試の、去年とかの問題の1番とかですね。1番のカッコ1、カッコ2、カッコ3、カッコ4、カッコ5ってあるんです。で、これ配点20点なんですね。で、真剣模試って、高校1年生、2年生って、模擬試験って、もう、むずいんですよ、めちゃめちゃ。平均点がだいたい30点ぐらいで、30点取れれば、全国平均いけるっていう、もうそれぐらいのレベルだから、みんなね、自信なくしちゃうんですよね、基本。この間ある子も、一桁だったので、9点とかだったのね、数学が。で、今、過去問みたいなのも出てるので、過去問とかちょっとやってみたらっていうことで、問題出してるんですけども、カッコ1がね、平方根のですね。で、カッコ2が、因数分解の。でもこれでカッコ1、カッコ2でもちょっと計算ミスるともうすぐにね、もう点数取れないで、ほんと0点になっちゃう恐れがあります。で、カッコ3が、二次関数の問題。二次関数って言ってもちょっと平方完成みたいなことをやんなきゃいけないんですけど。で、カッコ4が、命題。知ってます？対偶と逆とか、ほら、何々ならば何々であるみたいな。苦手な人これ結構苦手ですよね。で、5番が、これはね、二次関数の応用問題ですね。はい。X がもう1個あって、ある時も X がもう1個あって、掛け算すると X の2乗になるので、
最初、方程式かなっていう問題だと思ったんですけど、よくよく見たら、x×x をするので二次関数の問題。で、最大になるにはって書いてあるので、二次関数を作って、またグラフを書いて、最大になるにはっていうことで、グラフを見てね、頂点を見つけるっていうような問題になります。これ、一番の小問ですよ、これが。あと、これから選択問題があるんですけど、ほんと大変です。ほんと高校生の模試って、高校1年生、2年生なんかほんとケチョンケチョンで帰ってくるので、はい。来週日曜日みんな、普通科の子はね、来週日曜日やると思いますのでね。高校1年生、2年生の方は、あんま勉強しないかもしれないですけどね。こんな感じで進んでます。はい。それで今週の、オーディブル、最近今週のオーディブルでやってますけど、をちょっと紹介したいと思います。川端さん、あれ、そう、読みましたよ。もう消しちゃったですけど、読破しました。あ、どっか行っちゃった。しまった。ロシアのやつね。はい。題名すらすぐ出てこなくなってくる。どんだけ。でですね、今、この、池戸潤さんってあれですよね、ロボット。違う。ロケット。川端っち、同志少女。同志少女、すいません。同志少女よ、敵を撃てですね。すいません、思い出しました。前の水曜日あたりで読破しましたね。はい。で、この、池井戸潤さんってこれ有名ですよね。最近ほんと名前出て、これ、あれもやってますよね。あれ倍返しも池戸さんでしたっけ？確か。はい。で、これ株価暴落っていう映画になったんじゃなかったです？このドラマかなんか。ちょっと株価暴落だったので、面白いかなと思って、ちょっと登録をしてみました。あと、この美味しいご飯が食べられますようにっていうのも、芥川賞で出てるのかな？どんなものかなと思ってちょっと興味が、本屋さんで並んでたので、ちょっと興味があって登録をしました。で、あと本当愛知県のことで、この、小牧長久手人記っていうのをちょっと読もうかなと思っております。で、今ちょっと久しぶりに僕、ほら、前もご存知か知らないですけど、YOASOBIってアーティスト好きだったので、この大正ロマンっていうのをどんな感じかなと思って、これ4時間ぐらいだったんですけど、パッと読んじゃいました。キュンとしましたね。なんか、自分にはもう、ないような、キュンとした思いっていうかはい。って、なんかやっぱ小説ってオーディブルで聞くと、スーッと入りますね。なんか。ビジネス書とかだと、たまにジャンルな知らないこととかだと、と思ったりしますけど、やっぱ小説とかってストーリーが分かってくるから、なんかスーッと聞きやすいですね。パーッと読みやすかったです。YOASOBI好きなので、またなんかこのYOASOBIのテーマになっている原作小説っていうのもたまにはいいなって思いました。はい。今読んでるのは、これですね。成功するほどよく寝ている最強の睡眠を変える食習慣。ということで、この睡眠の本はいろいろ読んでるんですけど、睡眠と栄養と合わせた本ですね。なので、栄養学の本も読むんですけど、健康のことで。睡眠の本も読んでる。それ合算した本ですね。なので、なるほどねっていうことで、結構いろんな今まで知ってたことをまとめた本だったので、すごくわかりやすいな、東雲、ビジネス書の朗読は合いませんね。そうそう。なのでね、僕もね、ビジネス書をね、1.3 倍にして今読んでますね。小説とかはね、やっぱ抑揚とかいるので、ちょっと緩めに、1倍で読んでるんですけど、ここら辺のやつはね、1.3 倍ぐらいで、ちょっと早めに、なるほど、なるほど、みたいな感じで、読んだりしてますね。
うん、小説の方がやっぱり聞きやすいですけどね。でもね、小説ばっか僕はちょっと読んでると、なんかこう、なんて言うんだかな。もうちょっと固めの読みたいなって気になってくる。ね。はい。まあ、ここら辺はちょっと専門のあれですけどね。またここら辺読んだら、読んで消しちゃうので僕、iPad がいっぱいになっちゃうんですよ。データが。これ一回ダウンロードして読むので、だから、削除とかしてって、まあ YouTube で紹介して終わったら削除してっちゃう感じにしようかなと思ってます。はい。この70歳の正解も読みたいですけどね。またこの和田さんもきっと精神科医かなんかだ。はい。今週はそんな感じです。またなんかおすすめとかね、あったら教えてくださいね。僕も週に1、2回は、本屋さんに行って、こう、いいもんねえかなって漁って、ちょっとこう見て、あ、これオーディブルに向いてるかなとか、これあるかなっつってこう、漁ってますね。で、中では本買ったりもしてますね。はい。で、本を買ったっていうのが、今日のテーマになるんですけども、今日、定年前後の大正解という本を買いました。で、こちらについての、今日は特集で、なんだっけ、特に退職金のこととか、僕は実はもう自営業になって、個人営業っていうかなってしまったので、もう退職金はないんですけど、でも皆さん、働き手の方はね、必ずやってくることかなと思って、年代的には僕も定年前後になってくる、考えなきゃいけないことだったので、今日はね、ちょっと自分の身とはちょっと違いますけど、まあ、このね、50代から考えていくことをね、もう一度皆さんで一緒に勉強しようかなと思って特集をやっていきたいなと思っております。はい。ではですね、今日、株トレもやりたいし、お金の勉強というか、なんだっけ、お金大全の方もやってきますので、結構盛りだくさんになるかもしれませんけども、ご参加いただけたらなぁなんて思っております。はい。これ、かゆいですね、ニット帽は。たまに、これ、サウナで汗かいたら大丈夫かな？かいかいするかや。やばいかや。まだ使ってなくて今日来たんですよ、このニット帽が。だからまあ、ハロウィンがてら、こう、使ってみようかななんて思ってますけどね。いいじじいがこんな格好で。これなんかこれなんていうかな、筋肉マンの、なんかこんなのいませんでした？筋肉マンでしたっけ？ウォーズマンじゃなかったなんだっけ？なんかこれ騎士みたいな、思い出しました。関係ないっす。はい、それじゃあ、今週のね、まずパフォーマンスからちょっと行ってきたいなと思います。東雲、ロビンマスク。そうそう、よくわかりましたね。ロビンマスクか。俺、ウォーズマンじゃない。ウォーズマンはなんか真っ黒のやつでしたよね。あれ、誰だ、ラーメンマンじゃねえし、みたいな。はい。金曜日の、ドル円相場からですね。行きたいと思います。金曜日終値がドル円147っていうことで、最後また、キュンと戻って締めました。ユーロ円の方が146円ってことで、またドル円の方がね、上回ってる、そんな感じであります。他、ボラティリティ、やっぱ今 FX すごい出ますね、ボラが。これ、FX やってる人、今、ギャンブルチックな感じじゃないかな。多分。当たり外れが激しいですよね。と思います。はい。どの銘柄も割と 1% 近くこう動いてますもんね。そんな感じです。日経は結局どこで落ち着きました？最後、日経は27,100ですね。あんま動いてないですね。はい。アメリカが昨日良かったので、多分先物っていうか CFD はアメリカ相場と同じように、日経3時半に終わって、CFD はアメリカ時間には動いて 27,500 まで残ってますので、
もしかすると月曜日、午前中、ちょっといいかもしれないですね。はい。そんな感じです。では、アメリカの方の相場見ていきましょう。そうですね。金曜日良かったですね。はい。ダウも、32,800、2.59%。ナスダックが久々11,000まで戻しました。はい。S&P も3,900まで戻しましたね。はい。特に、半導体が良かったですね。半導体が、軒並み 5% ぐらい戻していって良かったです。先物もアメリカ市場始まってからギュ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 ッと上がってきましたね。はい。ということで、金利はでも変わってません。2年債が 4.41 なので、あんまり変わってません。10年債も 4.01。10年債高いですね。もう 4% まで来ましたね。今回は金利がそんなに高いけども、アメリカの株価がいろいろ押し上げていったって、そんな感じはします。半導体が良かったですね。はい。じゃあ、その他の、世界の株価見ていきましょう。中国。香港、すごいっすね、これ。香港、14,800ですよ。ズドドドドーとまた落としましたね。いい加減にしろって感じですね。これ、台湾も悪いですね。別にまだあれですよね。台湾と中国の関係で何か政治的なことで何かあったんですかね。半導体は良かったのに台湾は落としてますね。中国も。韓国も落としてますね。ちょっとこのあたり、アメリカと全く違う動きをしていますね。香港がすごいですね、これ。はい。という感じ。で、インドは高止まりしてます。変わってません。東南アジア変わっており、シンガポールいいですね。シンガポール最近いいですね。戻ってきましたね。一時期の調子良さ。はい。ヨーロッパ変わっていませんが、CFD はアメリカの時間から、登っています。なので、ここも、アメリカじゃない、ヨーロッパは日本時間で12時半ぐらいに、市場閉まっちゃうので、アメリカがある CFD の方は、登っていますけど、はい。感じですね。登って、ユーロが3600ね。ドイツが、ドイツに13,200、少し戻しましたね。良かったです。まだまだちょっと、長期で投資するのは難しいですね。ヨーロッパはまだまだ。その他、オーストラリア。オーストラリアちょっと悪いですね。南アフリカ悪いですね。その他あんまり変わっておりません。トルコも相変わらずボラティリティが高いです。コモディティ見ます。あれ？コモディティが、あれなんかそういえば、金曜日指標出てませんでした？ CPI じゃないか。なんか出てたっけ？そうそう、コモディティが軒並み下がってたので、なんか出たのかなと思いました。全体的にゴールドも、ハードコモディティ全体的にだだ下がりでしたね。原油の方とかはボラが高い状態でしたけど、ボラティティは高いですけど、全体的には88で止まりました。天然ガスもちょっとボラが高い状態で、一時期 5.5 まで落としたんですね。はい。でソフトコモディティが、ちょっと、レンジから落としてきてる気がするんですけど、砂糖とコーヒーもすごい落としてきてますね。ここがもっと落としてきてくれるとね、いいなぁと思います。はい。でも不動産の関係はあんまり良くないっていう話もちらちらと聞くので、コモディティ落ちて物価はアメリカが少しね、安定しても、まだちょっとインフレが、高止まりっていうかね、はい、落ち着いてくるのがいつかなって感じしますよね。はい。コモディティはそんな感じです。動いてる仮想通貨見ましょう。仮想通貨ちょっとまた今、ブレイクしてますね。イーサリアムがまたかなり戻したっていうか、これ珍しい。これ、
イーサリアム、ここまで行ってんの最近ないんじゃないかな。ビットコインも。ちょっとこっち、仮想通貨見ていいですか？ビットコイン見ますね。そうですね。ビットコインの冷やしチャート見ましたけど、ここの今21,000近くまであるんですが、この位置って、9月の13日以来なので、この1ヶ月、レンジからちょっと抜けた位置にいますね。珍しいですね。1ヶ月ぐらいここギザギザしてたんですけど、ちょっと抜けた位置にいます。はい。イーサリアムもそうですよね、きっと。あ、そうですね。これ、面白い形してますね。イーサリアムも、このてっぺんが1780でしょ？今、1650ですね。うん。そうですね。これ、一回、ここで、もし1580のあたりで一回止まれば、上昇トレンドに行っていくのかなという動きにも見えます。はい。止まればですね。これちょっと、これ売買高がないので、ちょっとまだ、テクニカル上、ローソク足と移動平均線と見てますけどね。はい。ちょっと面白い。あ、何これ、同時コインが何これ何これ何これイーロン・マスクなんか喋ったこれ、びっくり 33% 上がってますね。これか。これかな。同時がなんか引っ張ってきたんですかね。なんかやったんですかね。珍しい、久しぶりに見ました。仮想通貨で1日 30% 上がってんの。サラさんとか知ってるかな？同時のことで。はい。はい。33% 1日で上げてるという、珍しい動きをしましてね。はい。じゃあ、このヒートマップ見ましょう。S&P500 のヒートマップ。昨日ですね。あれ、アップルが 7.55 も上がってたんですね。あ、決算ですね、これ。きっと。アマゾンとアップルは決算ですよね、これ明らかに。アマゾンとマイクロソフトもいいですね。ちょっと、ごめんなさいね。アップル決算ですよね。あ、そうだ。アップル決算でしたね。あ、素晴らしい。オールクリアじゃないですか。あ、次の予想がめちゃくちゃいいですね。なんで？ iPhone 15じゃなくてなんか出したのかな？アップルがすごい強気な予想。すごいですね。久しぶり、やりましたね。あと言って、Amazon 見ていいです？ Amazon 落としてますね。あ、売り上げがちょっとショートしてますね。ちょっと数字だけだと Amazon がそこまで下がっている様子。あ、この間のメタめちゃくちゃ下がってたのやっぱりザッカーバーグがちょっとなんか喋ったみたいですね。忍耐とか言ったらしくて。会えるって言ったって言って載ってましたね。Amazon はそんなに変わってないですけど、売り上げはちょっとショートしてます。ただこれ多分カンファレンスコールっていうかなんか次回の話でちょっと下げてますね。この下げは Amazon 過去にちょっとない下げですね。ここ98ですもんね。東雲、ドル高でやられてますね。それもありますよね。そうですね。あ、そっか。商品ですもんね、みんな。でもよくアップル頑張りましたね、これで。はい。で、半導体が軒並みいいですね。昨日こっちで見てもいいか。NVIDIA が 4% とか、5% ですね。何？インテルが 10% 上がってる？インテル 10% 上がってた。すごいですね、インテルが。Google 4.3。メタはこれ、落としてからだから、全然戻してないですね。
この半導体とここが強かったですね。いや、でもドル高でこんだけ頑張りましたね。はい。という状態ですね。すごく久々こんな鮮やかな緑を見ました。はい。じゃあ、世界の方ちょっと紹介して、もう特集の方入りますね。これずれてきた。世界の一週間見せてください。はい。世界の一週間も明らかに、パッと見てわかりますね。ブラジルがめちゃくちゃ落としてて、中国がもうめっちゃくちゃですね。めっちゃくちゃです。アリババとか。この間なんかジンドンがなんか電気自動車出して、自動運転の発売があったって、なんかいい話があったのに、株価は全然ですね。中国真っ赤っかですね。いやーもう、長期で中国はアメリカを追い抜くのかちょっと全然話変わっちゃいますけど。大丈夫かなこれ。台湾セミコンダクターが 2.73 ダメでしたね。はい。金曜日で落としましたもんね、台湾は。待って、もしかしたらこの台湾セミコンダクターも決算があったのかな？川場タッチ、iPhone はアメリカで作ってないですから。なるほど。だから、そういうことか。iPhone 結局外の方が強いですもんね。アメリカより、例えば日本とかそういうところの方が強いですもんね。日本でも高いですけどね、めちゃくちゃ。はい。日本はトヨタが 4.3。ソニー、でも悪くはないですね。はい。基本的にカナダもみんな悪くはない1週間でした。はい。ブラジルと中国が悪かったという1週間でしたね。はい。では、参りましょうかね、早速。では、今日、最初ですけども、特集の方が、この、前回、木曜日、アンケート、なんだっけ、あれやってて、伸びちゃった。アンケートっていうか、イエスかノーやって伸びちゃったので、こちら、お金大全の方ですね。毎月どのくらいお金がかかっているの？それから丸2番、人生にはどのくらいお金がかかるの？それから3番、みんなお金をどれくらい貯めてるの？この3つについて今日はちょっと一緒にね、勉強していきたいなと思います。これ皆さんこちら出しますね。まず1番ですね。これ、図を出しますね。僕ちょっと解説を読みますね。見えますかね？この図は。ちょっとこのお金をかかってる。図の方はね、1世帯あたり1ヶ月の、支出の平均ということで、右側が、2人以上の世帯。それから単身世帯が右側になり、左側が2人以上。右が単身ですね。ちょっと皆さんとか今、パッとイメージでいいですけど、食費とか、住居費とか、ちょっとこう見つつ、なんか、感想と自分はなんか使いすぎてるなと思えば、ちょっと金額見えますかね？見てくださいね。じゃあちょっと読みますね。毎月どのくらいお金がかかってるのっていうことです。毎月の生活にどのくらいお金がかかってるか把握していますか？もちろん、家族の人数や住むところによってバラバラですが、これは全体の平均を見てみましょう。総務省のデータによると、1世帯あたりの1ヶ月の支出の平均は、2人以上の世帯だと27万8000円。約ね、この合計ですね。単身世帯で約15万円となっています。1ヶ月ですね。これは持ち家なので、住居費がかからない人がいるためです。住宅ローンを払っている人も含まれていません。ですから、住宅ローンを払っている場合は、賃貸にお住まいの方はさらにお金がかかります。また、
人生にはこの他にも様々なライフイベントによる費用がかかります。その上、入院や介護や必要な場合は費用は観光総裁など特別支出も含まれていません。ちなみに僕明日法事が入ってて、大したことないです。1万円飛んできますけど。はい。法事もありますよね。お金で困らないようにするには、これらの費用も含めて貯蓄する必要があるのです。ということで、ちょっとだけ読んできますね。食費が2人以上だと8万円。単身だと4万円。住居費が2人以上だと1万7000。そういうことね。これ入れてないですもんね。単身が2万950円。光熱費。どうですこれ安くないです ?2 万1000円ですって平均が。これ使いすぎかなじゃあ。単身が1万1000円。家具、家事用品。2人以上だと1万2000円。単身だと5300円家具ね。服はどうですか2人以上、1ヶ月で9100円。着物もあるのか。単身世帯4900円。こんなもんかな。医療費。1ヶ月で14200円。単身が7100円。交通通費費が携帯代も含めてですね。子供の携帯代もあるから高いのかなこれ。3万9000、4万円ですね、月に。2人以上世帯。で、単身が1万8300円。単身世帯は教育費がかからないので、ここが大きく違います。1万円ですね。でも1万円なんだ。安いな。俺、塾の月謝もっと高いけど。教育娯楽。単身で1万5000。で、2人以上だと2万4000。その他の支出って何？美容代とか、交際費、小遣い、仕送りなどが含まれているということですね。ということですけど、皆さんどうですか？これは結構キチキチにしている感じ？皆さんはどんな感じですこれは。あんまり、ピンとこない。なんとなくぼやーんとした感じですかね。どうでしょうか？ご意見があれば。ちゃんとしてるんですかね、これは。僕は、食費は、最近1日1食にしたので、多分格段に下がってますね。もっと少ないかな？電気代は高いかな？家具は、ここまでいかないかな？医療保険代は、これって医療保険代ってあれかな？国民保険のことかな？だったらこれぐらいですよね。これ変わらないですね。通信費は、ここまで高くないですね。格安スマホとしてるので。はい、教育費あんまない。娯楽、それぐらいかな。最近服家具買わないから高い感じです。そうですか。そうなんですね。でもこれぐらいちょっと使ってるとこもあるかもしれないな。交通費がちょっとガソリン交通費も入れるとそうか、スマホと交通費だこれ使ってるかもしれないな。でも15万か。安心でか。それぐらいかもしれないですね。はい。すいません。ちょっといろいろ振り返っていきますね。はい。それじゃあ、2番いきますよ。どのくらいお金が人生でかかるのかっていうことですね。はい。こちらについて話します。これ皆さんもこれ、ちょっとライフイベントということでちょっと読んできますね。当たり前ですけど、人生には、お金がかかる様々なライフイベントがあります。特に、教育、住宅、老後資金は人生最大資金です。
教育費は公立か私立、習い事の数で変わりますが、仮に大学まで進学する場合、子供一人当たり1000万から2300万必要です。2300万はすごいな。東京の私立かな。はい。住宅費は、住む地域、物件によって変わりますけども、自宅を購入するならば、住宅ローンを借りて数十年にわたって返済するのが一般的。賃貸住まいであれば、老後も賃貸が必要です。そうですね。大きいですよね。これ住宅購入とは。一番大きいですよね。はい。で、そして老後資金では年金だけでは足りません。毎回言ってますよね。通産省家計調査報告によると、老後の生活費は、夫婦で月33,000円、シングルで、月 2.7 万円不足する計算と。東雲、大学の学費だけでも。そうですね。はい。本当思います。仮にこれが、65から90歳まで。東雲、750万かかってます。あ、東雲さんとこって、自宅じゃなかったです？通ってる息子さんって。仕送りがいるやつ？ねえ。これ多分1000万から2300万って、あ、幼稚園からか。そっかそっか。塾とかも入れてる場合はトータルそうぐらいかかるかもしれないですね。うん。また老後資金の方ですね。1人500万を見込んだとすると、夫婦で2000万円。シングルでも1300万円は用意しておく必要があります。人により老後にかかる金額は異なりますが、間違いないのはこれから、お金を自力、自助努力っていうんですね。で用意する必要があるということです。はい。というふうに書いてありますね。結婚、出産。で今度、岸田内閣で出産の補助はまた少し出るみたいですね。10万とかそれぐらいだったかもしれないですけど。あと、電気とガスの会社にちょっと補助出すっていう話も出てますね。うん。そう、親の介護ですよ。月83,000円って書いてありますよね。これは、きますよね。はい。厚生年金を入っている親だったらまだしも、これは、はい、老後のその施設これは大変だと思います、また。うちらの自分たちの老後資金だけじゃなくて、親の介護の値段これ結構、入れれない人は入れれないじゃないですか。だから結局家で見て、ないといけないとかって、これは問題っすよ、これから。はい。いろんな立場があると思うので、もう介護しない方もいるかもしれないですけどね。はい。ちょっと頭が痛いですね。金額がほら、やっぱり障害金額になってるからでかすぎですよね。そう思います。どうですか？印象的なとことか皆さんありました？川端さん、住宅購入ところはマンションとかね、ローンとか69歳8歳までローンされるって言ってましたもんね。はい。結婚は今は結婚はもうちょっと安くなってるかもしれないですけどね。老後資金はこれ、前にも話したんですけど、もしかすると、使い方によっては、ここまでいらないかもしれないですよね。前も2000万円問題話しましたけど、夫婦で月に28万ぐらい、夫婦の即分ですから、そうですよね。なので、ここまでいるかはわからないですね。もっと、削れるところは削れるはずですので、はい。そうは思います。よろしいですかね、これ。進んじゃって。いっちゃっていいですかね。いっちゃいますね。はい。
3番。みんなお金をどれくらい貯めてるの？よく聞く話ですよね、これも。じゃちょっと、こちらの図を見て、話しますね。これ、図の方は単身世帯と2人以上の世帯の、平均と中央値は大きい違い。これも昔やったと思うんですけども、ちょっと本を読んでいきたいと思います。単身世帯と2人以上の世帯の金融資産保有額を年代別にまとめたのが右の表になります。平均と今の貯蓄額を比べると、平均より少ない人が多いのではないでしょうか。まあそうですね、平均。例えば、40代だったら平均が666万円ですけど、中央値が40万円。まあ、平均で1億円プレイヤーとかがすごく押し上げちゃう、一部の人がすごい押し上げちゃってるので、平均を取っちゃうと666万円っていうことですけど、実際の中央値は単身の人は、単身すごい少ないですよね。川端40万円ですね。療養型の病院に入院したら月15万かかりました。あ、そうなんですね。療養型の病院に入院したら、すごいですね。それきついですね。急になんかすごい現実に戻されましたね。はい。で、こちらの方が2人以上の方が全然貯蓄は40代だと520万ってことで、多分夫婦でこう貯めている人もいいのかな。単身の人が全然貯金がないですね。単身世帯はなんでこんなに逆に貯金がないんだろう。これ金融資産保有額ですよね。あれ？株とかの入れてますよね、これ。なんでこんなに変わるんだろう。ちょっとビビりますね、これ。50代の2人以上の世帯で中央値が800万円ですね。40代から50代までで一気に上がりますね。あった、これ。単身世帯は貯蓄しなくても、退職金で60代でポンと上がると見込んで300万になってますね。50代で30万で中央値で、60代で300万になってますね。ただ、2人以上の世帯は退職金入れてもそんなに上がってません。60代で。これすごい違いますね、ここが。退職金目当てなんですかね、単身世帯は。はい。ちょっと読みますね。しかし平均は、ここら辺いいや。今グラフを見てすごく感じました。分かっていただきたいのは、どの年代も貯蓄1000万以上の世帯。40以降で単身ってそういうことだと思います。そうですね。はい。そうですね。貯蓄ゼロという世帯もあるということ。そうですね。お金を貯められない人がいる一方で、貯めている人もいるという実態です。つまり年収の多少関係なくお金は貯められるということです。いつまでにいくら必要かを把握し、お金の、確実に貯める仕組みを構築することが、誰もがお金を貯められるようになりますということを結論付けてます。独身世帯の方は、もう、ね、貯めるっていう意識がなければ、たまらないっていうことなんですよね、きっとね。どっちかっていうと、所帯を持ってらっしゃる方とかの方が、例えば、EC 年金とか入ってたりもしてるかもしれませんし、企業型年金とかもあるじゃないですか。投資して積み立てしてる人もいるかもしれませんけども、やっぱり世帯の方がちゃんとしてるんですかね。っていう感じはします。2人いますのでね。確かに倍にはなるかもしれませんけど。働いてるお母さん方もいらっしゃいますしね。はい。ということでした。はい。今日は本当にこういうざっくばらんな、お金大全なので、すごく簡単なことかもしれませんけど、一応確認の意味でね、やっていきました。はい。それは、一問、今日は、
株トレの方もやっていきたいなと思います。いきますよ。はい。今日はですね、株トレの方は13番。前回移動平均線についてやってきましたけども、今日は、こちらの好材料と悪材料、移動平均線の続きになると思います。じゃあチャートを見ていきますね。K 社、L 社、買うならどっちという話になります。ちょっとチャートを出してきます。解説を読みます。財務良好の K 社は過去10年連続で最高益を更新してきた IT サービスの、成長企業、国内で利益を稼いでいきましたが、米国の事業は赤字です。はい。なんか今の状況と似てますね。今期赤字の米国事業から撤退するために特別損失を計上、最終損益が上場来初の赤字に転落すると発表したところ、株価が急落しました。一方、L 社は東証マザーズ上場のバイオ企業です。遺伝子治療の開発を始めると発表したところ、株価が急騰しています。K 社、L 社、買うならどっち？移動平均線も参考にしていきましょうね。点線が26週移動平均線。実線が13日移動平均線です。横軸が株価。縦軸が、間違えた。横軸が期間。3ヶ月ですね。これ3ヶ月。で、縦軸が株価になります。K 社、L 社、買うならどっちですね。さあ、いかがでしょうか。移動平均線。L 社の方は、移動平均線は、点線が26がここにありますね。で、実線が、こうですね。かなり極端な例ですけど、今回移動平均線が多分、ポイントになると思いますけど、いかがでしょうか。好材料と悪材料です。東雲、悪材料出し尽くしで敬意。なるほど。皆さんどうですか？その間に、飲みますね。そうそう、関係ないですけど、コーヒーを午後2時までは、以降は飲むのやめました。なんかカフェインが、夜遅くに入ると寝つけが悪くなるっていう話をちょっと聞いて、朝、午前中とかだったらカフェインですけど、これもう全部麦茶に変えましたね。すいません。はい。今日ちょっともう皆さん、もやっとしちゃってますかね。お花、バイオは成功するか難しいから、減るは疑問、K にします。はいはい、そうですね。川端さんとかも、ますかね。どうですかね。もうちょっとしたら答え言ってきますね。今回は本当これテクニカル中心だから、もう移動平均線を頼りにしていくのもいいと思いますね。よく言いますよね。帰りっていうんですか。移動平均線は、この間やったのが、移動平均線が、会社の実績と近い動きをしてます、みたいな、と言ってますね。はい。どうですかね。もう答え出しちゃいますかね。いいですかね。はい。いきますか。川端土、はい、ありがとうございます。L 社ですね。じゃあ行きます。ドン。買うならK社とありますね。
ちょっと解説読みますね。13週移動平均線から乖離率を見る。じゃあちょっとこれまた、チャート戻しますね。はい。読んでいきます。経車の移動平均線を見てください。3ヶ月横ばいだったのに少しずつ下向きになっています。トレンドに逆らわないという意味では、こういう株価は原則売りで買うべきではありません。ただし例外もあります。株価が悪材料に過剰に反応して急落、移動平均線の下方、乖離率が大きくなりすぎた時です。下げすぎ反動でリバウンドが期待できます。経営者は株価が13日移動平均線から 25% も下に離れています。この乖離率ですね。はい。乖離率ですね。ここで私は少し買ってみては良いと思います。短期的なリバウンド狙いもありますが、長期でも少し買ってみたいところです。今期赤字の、米国事業から撤退するので、来期以降、利益が拡大する期待もあるからです。L 社は夢はあるものの、将来遺伝子治療の開発に成功して収益が得られるようになるかがわかりません。開発に成功するにしても、実際利益を出すのには何年も先です。遠い将来、夢の現実を期待して株価を、短期的に急騰、すでに13週移動平均線の情報乖離率 25% まで拡大しています。なんか昔のモデルナとか思い出しちゃいました。ファイザーとか思い出しましたね。こういう感じでした。もうワクチンができるかどうかっていうところで、ね。実際できて、株価はこういう時もありましたけど、本当に難しかったですね。ワクチン系は。はい。逆にタイミング逃すとえらい目に遭いましたね。そういう、僕も苦い思い出がありますね。ファイザーとか。経営者は日本の IT 成長企業によくある事例です。国内で高収益を稼いで成長しているのに、海外では赤字というパターンです。国内も強くて海外では通用しないのは残念ですというふうになっております。はい。じゃあ今日は、一問だけということで、お送りしました。ではですね、今日最後なんですけども、特集の方に参りたいと思います。いろいろちょっと盛りだくさんですいませんね。いろいろ盛りだくさん、お金の勉強パラダイスになってますね。はい。先ほど話したように、この定年前後の大正解を今日お送りしたいと思います。皆さん、まだ若いですよね。僕はもう52で、今年3になる年で、以前昔だったら定年って55歳。で、いつしか定年って60歳。また、雇用の法律の関係で65歳まで伸びてきましたよね。だから、多分、まだ定年って言ってもピーンと来ないかもしれないですし、僕の場合も今定年がないので、ほとんど、自営でやってるというか、会社にも、所属はしてるんですけど、会社の方でも非常勤という形にさせてもらっているので、今の会社に所属しながらでも、国民保険っていうか、自営業という形でスタイルを取ってるので、退職金はないんですね。なので、なかなか自分でしてはこういう退職金のこととか話すことがなかったんですけど、今回この勉強させてもらって、いろいろちょっと、僕らの年代は考えていった方がいいかなと思って、今日はちょっと特集組みさせてもらいました。はい。それではですね、1番から5番まであるので、ちょっと、順を追って話していきたいなと思います。こっちで見えるのかな？はい。これですね。1番ですけども、自分の会社の退職金制度を知るということですね。皆さんどうです？まず最初に退職金って存在しますか？皆さんのところは。
すいません。退職金ない人はないって言っていただいてもいいですけど。その間にちょっと読みますね。川端っち、中上ですよ。ああ、10上ですよ。あ、川田さんは僕より10上なんですか？あ、ちょっとごめんなさい。もっと若いと思ってました。ごめんなさいね。まず退職金はこのルールが第7章。しませ。しませ。退職金は満60歳、定年は満60歳とし、っていう法律があるみたいですね。これ、令和3年の法律です。で、それから、退職金の支給、第52条、勤続丸年以上の人が退職して解雇されたときは、定めるところで都合によると書いてあります。で、こういうルールがあるようですね。はい。ちょっと下の方に書いてあるので、まあ皆さんちょっと聞いていてくださいね。自分の会社の退職金制度を知るには、まず、会社の就業規則と退職給与規定を読みましょうと。はい。なかなか読まないですよね。退職給与規定が就業規則の中に含まれている場合もあります。就業規則は、労働基準法で定められた会社のルールブックで、従業員10人以上なら必ずあるはずです。まあそうですね。入社の時に配布されたりして読んでいない人もいると思いますけど、最新のものを改めて、総務や人事の人に、担当部署からもらってくださいと。最近では電子化によってウェブで管理されていて、社員がいつでもアクセスして読めるようになっている会社もあります。規定を確認すれば、定年が何歳で、その後どんな働きを選択肢できるかがわかります。また、退職金がもらえる要件や金額の計算も決められています。1年早く辞めたせいで退職金がもらえなかったというようなことがないよう、しっかり内容を把握してくださいということでした。これ、僕は65歳まで、今ね、ちょうどね、ジムの人がね、64歳の人がいるんですよ。で、定年らしくて、その方は退職金があるのかな？正社員は。で、その大した金額ではなかったんで、今って民間でも退職金どんどん減ってるじゃないですか。だから、そんなに、公務員だったら、うん千万とか行く時もあるらしいですけど、多分、そこまでたくさんではないはずです。で、65歳以降になると、嘱託になるのかな？はい。社員の方はね、それで選択できるみたいで、多分、65の方は、会社で話すると思うんですけどね。はい。まあ、ルールを知ってくださいということですね。まず1番目。はい。じゃあ次2番いきますね。はい。退職金見込みを確認するということになっております。ちなみにこれ、平均の退職金支給額ということで、ちょっと、図の方を紹介します。高卒で、60歳で、すごいですね。勤続42年の方。はい。あと、平均1953万円ももらえるんだ。ちょっとびっくりです。僕、ここまでもらうと思わなかったです。数百万かと思ってました。この方、高校卒業後すぐ入社して、標準的に昇進して60歳で退職した場合、勤続年数で35、30、25、20で、20年で500万で、そうか、全然違うんですね。びっくり。20年だと500万なのに、35年になると1500万までになるんですか？ちょっとびっくりしました、これ。知らなすぎです、俺。大卒の方。勤続38年。22歳から60歳まで。まあ、2243万円です。退職金が。平均ですね。大学卒業してから60歳で。
でもあれですね。勤続20年でこれぐらいなんだ。私は個人経営の小規模なところので、就業規則ないし退職金少し。定年もないです。ああ、そうですね。まあ、僕と同じですね。ほとんど。はい。思います。僕もベンチャーなので。いや、これでもびっくりですね。こんだけ、退職金、20年だと、20年でもそこそこすごいじゃないですかね。だけど、35年だと、もう、桁外れですね。ちなみに僕の弟がね、勤続30年で退職をしてます。トヨタ関係で。多分、高卒の30年だからここかな。トヨタもっといいと思いますけどね。いくらか知らないですけど。はい。という状態ですね。いけないっすね。いくらっつって。弟で、これお金の話ってなかなか聞けないですよね。はい。ちょっと読みますね。はい。金額を知っていれば老後の心配も減る。老後2000万円問題が話題になって久しいですが、今でも老後の資金が足りないのではないかと、漠然と不安に。こんなにないと思います。トヨタとかあるかも。そうですよね。はい。ちょっと、聞けたら聞いてみますけど。うちの弟が、三男坊がソニーで、大卒で行くので、多分、あれも終身で行くんじゃないかな。トヨタもっとありますよ。あ、本当ですか。すごいっすね。はい。これよりあるのかな。うん。なるほど。まあ、だから、ちょうどね、僕の次男がここで、三男がこれですね。ほとんど。トヨタとソニーなので。兄ちゃんが風来坊。お花、大企業の話ですね。そうですよね、これ。きっとそうですね。はい。はい。そう思います。だから明日、次男と三男に聞いてみようかな。はい。でも本当、どういう人生を送るかですね。まあ僕はこういう、退職金のために働いてるとか、そういうわけじゃない、ね。勤続25年で300万、やっぱりそうですよね。いや、僕ね、そういう、だと思いますよ。きっと。はい。これ35年って異常ですよね。今の時代で。止め上げたって。この本、ちょっと、あれじゃないです？こんな言い方ですけど、公務員や、終身雇用で頑張った方？だからこれからの若い子たちには参考にならないですよね、きっと。だからこの本は55歳まででちゃんと勤め上げた人用ですよね、これ。でも知っとくべきですよね、これは。うん。まあまあ、こういう人たちは、ね、いろんなもの生涯犠牲にしてるわけですから、60歳。だって人生の35年って、もう正直言ってほとんどこの企業に捧げてるわけじゃないですか。ね。いや、すごいと思いますよ。それだけストレス半端ないと思うし。楽しいかどうか別として、それはすごいと思いますね。うん。はい。で、50代になったら、退職金の受け取り見込み額を知ることですということですね。はい。退職金の金額は異なりますが、退職金を見ると。工場の人で60前の早期退職で3500くらいでした。うわー、お花、一昔前の話かな。トヨタの工場すごいっすね。じゃあ、この高卒の、あれですね、35年だったらもう、トヨタとんでもないことになる。もう今、いいです。いいですね。はい。3000、だから、もう犠牲に、全てを捧げるんですね、きっとね。トヨタがここまで強いとは。だけど、まあ、でも、これからの子たちはどうかな。
と思います。どうしても俺これからのこと考えちゃいます、ね。東雲、最近の話です。ね。お花、さすがトヨタ。すごいですね。はい。金額を知ることで、まあ、本当に足りないのか、足りないならあとどれぐらい必要なのか、マネープランが見えてくると思います。まあ、トヨタで30年勤め上げ、35年勤め上げたら、あれですね。あとは、なんか、自由に、そうですね。僕、もしかしたら卓球やってる仲間たちがみんな、勤め上げて、悠々卓球してるので、そうかもしれないですね。思いました。はい。じゃあ、今日最後ですね。もうちょっと3番です。5つあったんですけど、時間がなかったので最後にします。老後の働き方の収入のシミュレーションということで、はい。ちょっと光って見にくいかもしれないですけど、定年後の働き方とシミュレーション。パチプロやるって言ってました W。まあね、いいんじゃないですかね。なんか、パチプロ、面白いかも。興奮はできますよね。でも本当にパチンコ店の中高年の方ってめちゃくちゃ多いですよね。はい。思いました。うん。川場タッチ、今は一部自分の責任で確定拠出年金で運用悪かったら自分の責任です。そうですね。川場さん、同じですよ。僕も。はい。で、健康であることが大事ですよ。健康はもう本当にお金に換えられないので、いくら、例えば、こんな話失礼ですけど、工場で本当に頑張って60まで、例えば3500万もらって、もしですよ、健康を害して64歳とかでぽっくりいってしまったらですね、人生何だったと思いますよ。だから、こんな言い方はいけないけど、今をどう充実して生きていけるかっていうことを絶対大事にしたいですよね。と思います。本当思います。金じゃないっていう。金はいるけど、退職金5000万もらえるのと2000万もらえるのと、それはあった方がいいんですけど、もう、そこまで行くと、何の価値があるのかがわからなくなっちゃう。あとは頭がバカになっちゃったりとかね。もうなんかやりたいことがあっても、なんか、なかなかすぐに動けなかったり。あと、こういった仲間と喋れることができないとか。趣味とかね。いろいろあるじゃないですか。はい。すいません。なんか脱線しちゃった。定年後の働き方シミュレーションね。継続した雇用年収。でもすごいですね。ここの60代前半の平均が374万円もまだあるんですね。年収が。だってこれ平均でしょ？ 60 代前半でなんでこんなにあるの？圧倒的に多いのが300万円から400万円ですって。これ驚きですね。60歳の定年企業による定年到達者の動向。定年しても 86% の人は働いてるんですって。じゃあトヨタの工場とかでも継続して働いてる人が多いってことかな。待って。そうですね。これ継続雇用者めちゃくちゃ多いですね。RCE、和老。サラさん、もう終わり頃に来た。東雲、多いです。ちょっと、締めの最後できる。そうではこれ、サラさん今日はこれだけ、スノーボードじゃなくて、ハロウィン用でこうやって、サウナハットを貼ってるってことだけ、知っといてください。東雲、和老。すいません、僕、ちょっとどうしてもこの後そんなに長くできないので、もう、ちょっとで終わってしまいますけど、
ほんとごめんなさいね。12時ちょっと前行くとまた良かったのに。ね。サラフレイ RCE そうです。孟子、Face with Tears of Joy。お花、ハロー。です。はい。終わりどころに、もう来ましたね。はい。またよかったら録画のやつ見てくださいね。はい。そういえば2週間に一遍来ますね。先週、サラさん来なかったですもんね。はい。そう。ハロウィンでね、楽しい話をしていたところでありました。はい。ということで、これ何だったっけ？収入は60代でも。私は遊んでます。サラフレイ RCE、録画見ます。お金の話を結構してます。中高年のね。はい。おいでですね、この話は60歳になって3割から5割、減るよっていうお話でしたね。はい。契約社員。でも、継続がすごい多いのはわかりますね。はい。みんな考えてることは60歳超えても何らか働きたいってか、働きたいなと思っていらっしゃる方が増えてるってことは言えるなと思いました。うん。はい。退職してる人がだって 13% ですよ。これは意外でしたね。うん。という話ですね。はい。本当はね、これ2つあったんですけど、いいです。はい。で、次回は、どうしよう。退職金の話って、またにするかな？ちょっと今本をパッと見て思ってるんですけど、またちょっと違うものを見していこう。お金大全の方は進んでやってきますし、株トレもやっていくんですけど、また今度あれですね。相続のことやっていきましょうか。相続の話をちょっとまた木曜日行ってきたいと思います。明日ちょっと僕の方でも法事があって、おじいちゃんが言いましたっけ？ 102 歳で亡くなったんですよ。もう大往生でした。で、マンション受け継いだりとかして、いろいろこうやってるわけなんですけど、僕の方のその相続の関しての勉強もしたいと思うので、来週の木曜日ちょっと相続行きたいなと思ってます。サラフレイ RCE、はい、大往生。はい、すごい、じいちゃん、トヨタ自動車で、45年働いてたんじゃない？ 65 まで。タッチ、64歳から厚生年金部分だけもらいます。そうなんですね。川田さん。そうなんですね。はい。じいちゃんもね、65まで、トヨタ自動車の本当にね、豊田市がまだ豊田市じゃない時からトヨタ自動車に働いてたんですよ。衣市っていう時、トヨタがもうまだちっちゃい時、本社しかない時から入ってる、当時珍しかったんですよね。サラリーマンが。で、そこからトヨタ自動車で、1900何年まで働いてたのかな？ 80 年くらいだったかな。もう、本当トヨタの初代の方ですね。だからトヨタの社長が初代社長の時ですよね。からのサラリーマンなんで。すごい資産持って。そんなこと言っちゃっておかしいですけどね。東雲、はい、トヨタからいっぱい花が届きますね。そうですね。はい。そんな人ですね。はい。すいません。もうだいぶちょっと、時間が来ちゃったので、終わりたいと思います。すいませんね、サラさん。ごめんなさい。ちょっとしか話せなくて。また、はい。皆さんも、いろいろ話したいと思うんですけどね、サラさんと。あとで、土曜日ね、ちょっと早く来て、わーっと話していただけると嬉しいなと思います。はい。じゃあ、また木曜日、23時から行っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい。今日どうもありがとうございました。それではまた失礼します。サラフレイ RCE、いえいえお疲れ様。